はいどうも皆さんこんにちは。今回は田沼意次についてお話ししていきます。田沼意次というと評価が難しい人物で賄賂政治家の極悪人という評価があると思えば、反対に清廉潔白で革新的な政治家だったという評価もあります。今回の動画でそんな田沼意次がどんな人物だったのか確認していきましょう。田沼意次が政治の実権を握っていた時代のことを田沼時代と言います。田沼時代は徳川家重、家治が将軍職に就いていた時期ですが、この2人は政治を主導しようとするタイプではなかったため、側近の田沼意次が政治を主導していたのです。一応将軍の家族関係を見ておくと、徳川家重は前回お話しした徳川吉宗の息子にあたります。この家重は言葉を明瞭に話すことができない障害を持っていたことが知られており、周囲の人からすると家重が何と言っているのかわからないという状況でした。しかし、ただ一人だけ家重の言葉を理解することができる人物がいました。幼い頃から家重に仕えていた側用人の大岡忠光です。彼だけが家重の話していることを理解できたようで、家重からすごく信頼されていました。そんな大岡忠光の後輩として家重に仕えるようになったのが田沼意次でした。ここから田沼意次は出世の階段を上り始めたのです。しかし家重は先ほど言った通りの様子だったので、徳川吉宗は家重に対してあまり期待をしていなかったようです。吉宗が期待をしていたのは孫にあたる家治でした。家治は何をさせても人並み以上にこなすという具合だったので、吉宗はとにかく家治を可愛がって育てていたようです。その後徳川家重が引退して徳川家治が10代将軍になりますので、吉宗仕込みの帝王学を家治が発揮するかと思ったらそうはなりませんでした。家重の代から活躍していた田沼意次は家治の代でも活躍を続けており、家治は田沼意次を側用人に任命したのです。さて、こうして2代にわたる将軍から信頼されたことにより幕府政治をリードし始める田沼意次ですが、田沼意次が権力を握ることができたのには田沼家が紀州出身の家だったということが関係しています。どういうことかというと、以前の動画で紀州藩主だった徳川吉宗が将軍となった話をしたと思います。その際に吉宗は紀州藩主時代の家臣たちを幕臣として取り立てており、その中に田沼意次の先祖がいたのです。つまり田沼意次は当時最も幕府内で勢いを持っていた紀州藩出身グループに所属していたのでした。そういった関係で吉宗の息子である家重、その息子である家治に仕えて大名となり頭角を現していったのです。さて、こうして政治の表舞台に現れた田沼意次ですが、彼が生きた時代は財政難という性質と急速な経済成長という性質を持っていました。田沼意次というと賄賂のイメージが強いですが、賄賂の横行はこの2つが影響していたのです。この辺りの話は現代とは感覚が大きく違って分かりにくいので、例え話で説明します。もしも政府がお金が足りないという状況になったらどうするかというと、お金を増やそうと考えるでしょう。すると政府はこんなことを言い出しました。一番多くお金を払ってくれた会社に業界の独占を許可します。これを聞いた各社は金額を提示しますよね。その上で政府は最もいい条件を提示した会社に独占を許可し、そして国民はそれ以外の会社を使っちゃダメと宣言するということが行われていました。もちろんこんなことは現代では行われていないのですが、これを江戸時代に置き換えてみましょう。政府を幕府、会社を商人に置き換えて考えてみると、幕府が商人に対して一番多くお金を払ってくれた商人に業界の独占を許可しますと伝えて、最もいい条件を提示した商人に株仲間を結成させるということが行われていたのです。このようにお金で仕事や役職を獲得する構造が賄賂の温床となっていました。その時に田沼意次は側用人を兼ねたまま老中となります。これは前代未聞の出来事でした。側用人といえば幕府の裏のトップ、老中といえば幕府の表のトップなので、田沼意次は幕府の裏と表どちらでもトップの役職になったのです。
そうなると江戸にいる人々は田沼に賄賂を渡そうと考えるようになっていきます。こうして田沼意次は賄賂の象徴のような扱いをされるようになったのです。ではこの頃の政治は賄賂にまみれた悪い政治だったのかというと、そうとも限りません。賄賂の横行は田沼時代の一つの側面ではありますが、別の側面から見ると革新的な時代でもありました。重農主義から重商主義へと移り変わった時代だったのです。重農主義というのは読んで字のごとく農業を重んじる主義、重商主義というのは商業を重んじる主義のことです。前回の動画で見てきた享保の改革では米、つまり農業を重んじた政策を行っていました。その結果財政は立て直されましたが、百姓たちが限界に達し打ち壊しが発生するなど重農主義的な考え方は持続不可能だと分かってきたのです。もちろん年貢は取り続けるけど、それ以外の収入源を探していく必要がある。つまり田沼意次には新しい発想が求められたのでした。こうして田沼意次は米の時代から金の時代へと移り変わっていることに着目して、幕府の政治を重商主義へと転換し、商業を重視した大胆かつ積極的な政策を展開していきました。こうして行われた政策が株仲間の積極的公認や蝦夷地開発計画、貿易振興といった政策です。株仲間については先ほどお話ししましたね。特定の商売の独占権を認める代わりに幕府にお金を払ってもらう仕組みです。これまでは江戸や大阪といった大都市だけで行われていたこの株仲間の公認ですが、田沼時代には日本全国で積極的に株仲間を公認していきます。さらに油を売っている人や綿を売っている人、飛脚として運送をしている人などといったようにいろいろな商売をしている人たちを株仲間として公認していき、お金を納めさせていきました。これは今までの幕府になかった発想で、営業・流通への課税という斬新な制度でした。また田沼意次は蝦夷地、つまり今でいうところの北海道を開発する計画を立てています。そのきっかけはロシアが蝦夷地に接近してきたことでした。この頃のロシアはシベリア進出をはじめカムチャッカ半島に到達し、千島列島を南下していたのです。このような状況を受けて日本側では工藤平助という医者が赤蝦夷風雪講という書物を書き、このまま蝦夷地を放置すれば蝦夷地はロシアに奪われてしまう。蝦夷地を開発し、その金銀でロシアと交易をすべきだと主張しました。この赤蝦夷風雪講が田沼意次の手に渡り、田沼意次は工藤平助の意見を聞き入れて蝦夷地に調査隊を送ったのです。調査の結果、ロシアと交易するメリットはあまりないと分かったので、交易の話はそこで終わったのですが、幕府は蝦夷地に田畑を作ることにはメリットを感じました。こうして幕府による蝦夷地開発計画が立てられていくのです。結局この計画は田沼意次が失脚して中止されますが、日本国内の蝦夷地やロシアへの関心を高めることへとつながります。さて、そのように蝦夷地は政治的に重要な場所になっていきましたが、経済的にも重要な場所になっていました。以前江戸幕府の財政難について話した動画を上げましたが、その中で幕府は金銀がこれ以上海外に流出するのを防ぐために開白護指針令を出したという話をしました。金銀の流出を少なくするとなると、金銀に代わる何かを輸出しなければなりません。こうして幕府は金銀に代わるような輸出品を考えていきました。それがいりこ、アワビ、フカヒレなどの海産物、いわゆる俵物でした。俵物は日本各地で採取されましたが、特に大きな産地が蝦夷地だったのです。このような俵物と銅を長崎から輸出して、今までに流出してしまった銀を取り戻していったのです。こうして輸入した銀を使って幕府は南両二種銀といった銀貨を鋳造したのでした。このように田沼意次は今までになかった発想で大胆かつ積極的な経済産業政策を展開していきましたが、その革新的な政治姿勢は保守的な勢力から反感を買ってしまいます。特に当時は儒学が推進されている社会、つまり仁義を重んじることが重要であり、富を蓄えることを良しとしない考えが充満していました。そのような価値観の社会では、田沼の新しすぎる価値観は受け入れられない人がたくさんいました。さらにこの頃、
明和の大火、浅間山の大噴火などの災害が多発し、江戸時代最大の飢饉と言われる天明の飢饉も発生。こうして田沼意次は不満の矛先を向けられて、多くの人からの反感を買っていくのです。そんな田沼意次には田沼意朝という息子がいました。意次に続き意朝も急速に出世を遂げており、田沼を支持する人々からは父を継ぐべき存在として期待されていたのですが、その田沼意朝が佐野善左衛門という男によって江戸城内で殺されるという事件が発生します。この事件により田沼意次は後継者を失ってしまうという打撃を受けました。意朝を殺害した佐野は切腹となりましたが、佐野が切腹した次の日から米の値段が下がり始めたため、佐野は世間から世直し大名人として崇められていきます。対照的に田沼意朝の壮烈は石を投げられ悪口を浴びせられるといった状況でした。もはや民衆ですら田沼が悪者だと考えていたのです。こうして権勢を誇った田沼家も衰退し、田沼意次は政治的責任を取らされて辞職に追い込まれてしまうのでした。さていかがだったでしょうか。こうして今の幕府政治は良くないという風潮の中、田沼時代は終了しました。その反動として始まったのが反田沼派による幕政改革、つまり松平定信による寛政の改革でした。ということで次の動画では松平定信と寛政の改革についてお話ししていきます。それではまた次の動画で。